日本刀の姿形は古代より中世近世へと時代が移行するにつれ大きく変化していった。大阪四天王寺に伝えられた飛鳥時代の国宝平氏少林拳、聖徳太子所用とされる直刀である。直刀は切ることよりも突くことにその用法の特色があった。平安時代末期の動乱を描いた平治物語絵巻。戦の場面に描かれているのは刀や弓を持つ兵士たち。手にするのは反りのある太刀。平安時代中期以降、戦闘様式が変化し馬上戦が中心となる。そこで突くことよりも切りつけることに適した反りのある太刀が威力を発揮することになったと言われている。平安時代後期の刀工安綱作の太刀国宝道持切安綱。三日月宗近などとともに天下五剣と称えられた歴史上最も知られる名刀である。刀身長く優美な反りを持ち、身幅の広い堂々たる姿。この刀の持ち主源頼光が大江山に住む鬼四天童子の首を切り落としたという伝説から童子切りの名がついた。その後頼光から足利将軍家信長秀吉家康と天下人の手に渡っていった。武士の力が増していった鎌倉時代中期頃から南北朝時代には長寸で雄大な姿のものが多く製作された。鎌倉時代中期、モンゴル帝国が日本に侵攻し未曾有の国難を招いた蒙古襲来。この頃は鎌倉武士の全盛時代で力強い太刀が好まれた。馬上の武士たちは太刀の刃を下に向け腰から吊り下げている。そして室町時代、京都で勃発した10年間に及ぶ応仁の乱。以後戦国時代の戦いは主にそれまでの馬上戦から歩兵の地上における集団戦へと変化する。そのためこの時代には片手で扱え素早い抜き打ちが可能なやや短めで軽量な刀が主流となる。刃を上向きに腰に刺すのがそれまでの太刀との違いである。備前長船派の名工勝光作の刀。刀身は短く先反りがつき、中子は片手打ちのために短く仕立てられている。地肌は痛め地にえつき、刃文はすぐ刃調に小具の目や角張る刃を交える。この時代の備前刀の典型的な作風を示している。安土桃山時代には南北朝時代の長寸の太刀をすり上げた姿のものが多く、刀剣史上の分類では慶長年間より前のものを古刀、以後のものを新刀と呼ぶ。その後江戸時代は天下太平の世となり、刀は美的な要素が追求されるようになる。江戸時代の刀工長曽根虎鉄作の刀。反りは極めて浅めで、地金刃文はともに明るく冴える。池田屋事件で近藤勇が使用したとされ有名な虎鉄。その切れ味鋭くうばった姿は当時大名など上流階級の人気を博していたという。